ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ミルクトパーズ、こちらのミュージックビデオを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今月はですね、ミルク強化月間ということでですね、今回の動画で第何弾だろうっていうぐらいですね、ミルクの歌声分析動画をですね公開しております。今回もリクエストをいただいたトパーズ、こちらを選ばさせていただきました。他の歌声分析動画気になる方はですね、概要欄にミルクの歌声分析動画再生リストのですね URL 載せておきますので、ぜひチェックしていただけたらなと思います。そして今回のトパーズなんですけれども、2年前にですね公開されたミュージックビデオにもかかわらず、ものすごいレベルの高い歌唱力、そして王子様みたいな雰囲気がですねものすごく魅力的でした。そういった部分について詳しく歌声分析をしておりますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。それでは早速ミルクトパーズ歌声分析 GO!綺麗なメロディーですね。最初は佐野さんと山中さんかな、バックのサウンドがピアノに対してすごく情熱的に歌ってるところが胸に染みますよね。そして2人で歌ってるにもかかわらず、この声の溶け込み感が素晴らしいです。もう一回聞いてみましょう。ほら、でテクニック的な部分を言うとですね、後半のトパーズのあたりとかかなり音を切って歌ってるんですよね。これスタッカートって言うんですけど、音を切ることによって生まれるグッとブレーキを踏んだような質感がですね、ものすごくインパクトが強いなっていうふうに思います。いいね。最後だけソロになるんですね。で、今ソロで歌った時に気づいたんですけど、情熱的に歌ってる雰囲気の中に息の音が混ざっている雰囲気もあったんですよね。はーみたいな力強い雰囲気の中に優しさ的な音色もですね含まれていたんだなっていうふうに今気づきました。最初から気づいてればよかったですね。すいません。この優しい雰囲気を山中さんが作って、情熱的な雰囲気を佐野さんが作ってるっていうポイントでした。で、山中さんがですねウィスパーボイスっていう声に息の音を混ぜるテクニックを使ってるんですよね。これはミルクのどの曲を聴いても披露している歌声かなっていうふうに思います。で、佐野さんは芯がしっかりしている力強い声ですよね。一見正反対みたいな歌声なんですけど、2人で歌うことによってまた新しい聞いたことのないような雰囲気の歌声を披露するっていうね、これがミルクのすごいところですよね。もう一回ソロのところ聞いてみましょうか。いいね。この裏声に一瞬ひっくり返すところがものすごく切ないですよね。で、お二人の声の音色の作り方としては、山中さんがですね、口の中の音色と鼻の音色が中心です。それぞれ口が口腔共鳴って言って、鼻がですね、鼻腔共鳴って言います。口の中で言葉の輪郭をクリアにし、鼻でですね、優しい成分だったり、先ほど言ったウィスパーボイスの息の音をコントロールしてます。で、佐野さんがですね、胸の胸腔共鳴っていうところを中心にして、その声を鼻に入れてるっていう声の出し方ですね。胸腔共鳴はですね、主に声の太さだったり、声のパワー感、この辺をコントロールします。いい声。吉田さんの声はね、相変わらず安定感がすごいですよね。で、吉田さん、ここのポイントはどういうふうに声を作ってるかっていうと、鼻の中のですね、鼻腔共鳴が中心なんですよね。願えば強くなれたみたいな、かなり声をですね、鼻の中に入れている感じがします。で、うっすらウィスパーボイス。こういった感じかな。もう一回聞いてみましょう。
もういい声すぎてニヤニヤしちゃいますね。で、レコーディングの時はですね、ちょっと口角を上げて歌ってるような感じがしますね。笑顔で歌ってるっていうか、そうすると声質全体が明るくなるんですよ。願えば強くなれたみたいな。こっちの雰囲気の方が先ほどよりも吉田さんの声質に近いと思うんですよね。で、口角を使わないと、願えば強くなれたみたいな、ちょっと悲しい感じがしますよね。顔の表情によってだいぶ声質変わってきます。そのさんの声もですね、鼻中心ですね。かなり鼻に声を集めてる感じで、声質から若干鼻声の音色を感じることができると思うんですけど、やっぱり優しい声を表現したい場合は、鼻腔共鳴中心に声質作りをした方がやりやすいんですよね。ものすごく優しい声ですよね。これがそのさんの歌声の魅力かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。あの頃みたいな雪で、こんな感じかな、僕がやると。このぐらい鼻声にしてあげるんですよね。そうするとそのさんに近い歌声を作り出すことができます。かわいい。で、塩崎さんはですね、100% 鼻の声っていう感じです。胸腔共鳴の音色はですね、ほぼ使ってないんじゃないかなっていう歌声ですね。そうすると声質ってどんどん可愛らしくなってくるんですよ。君を守りたいんだみたいな。もうちょっと鼻かな。僕は癖でね、どうしても鼻を狙っても胸腔共鳴の音色が鳴ったりしちゃうんですけど、てか最後めちゃくちゃ高かったですね。もう一回聞いてみましょう。すごく美しい音色ですよね。素晴らしすぎる個性的な歌声っていうかね。あ、いいね。このね、空気感たっぷりの歌声がですね、山中さんの素晴らしいところかなっていうふうに思います。神様みたいな、いや、難しいですね。声の実音よりも息の音の方が多い感じの声質バランスなんですよね。で、ここのキーもですね、結構高いんですよ。音域が高くなればなるほどウィスパーボイスってコントロールしにくくなってくるんですよね。だから山中さんのここの歌声がですね、ものすごくハイレベルすぎるんですよ。で、途中で入ったそのさんの歌声がですね、しっかりとした地声を使った歌声だったじゃないですか。ここがワンポイントになっていて、メリハリがはっきりとして聞き応えたっぷりのポイントですよね。もう一回聞いてみましょう。もうね、聞き入っちゃいますよね。で、ここの B メロのポイントはですね、転調っていう作曲テクニックが使われています。簡単に言うとキーが変わるんですよね。で、このキーが変わるっていう作曲テクニック、聴いてる分にはですね、めちゃくちゃかっこいいんですけど、歌い手にとってはですね、音が取りづらくなるから、歌を歌う難易度がですね、一気に跳ね上がるポイントなんですよ。ミルクの楽曲ってどの曲もそうですけど、歌の難易度めちゃくちゃ高いですよね。ほんと難しい楽曲ばかりだと思います。それを歌いこなしているミルクのメンバーはね、相当すごいんですよ。いいね。こうワンフレーズずつ歌いつないでいくシーン。ミルクのメンバーのチームワークを感じれるポイントですよね。しかもね、めちゃくちゃ早口で、ここも難しいですよ。もう一回聞いてみましょう。で、一言一言、ものすごくはっきり聞こえるじゃないですか。歌詞をですね、クリアに聞かせる。これも相当難しいんですよね。相当練習しないとこれは無理なんじゃないかなっていうふうに思います。努力の背景を感じれる感動ポイントでしたね。いい。ここで全員で歌ってんのかな。声の音圧が一気にアップして歌声に引き込まれてしまうようなポイントですよね。めちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。たまらないですね。で、こっからサビでしょ。どういう展開になってくるのかめちゃくちゃ楽しみですね。うわ、
イントロのメロディーがサビだったんですね。なるほどね。めちゃくちゃキラキラじゃないですか。ザ・王道アイドルっていう感じのメロディーかなっていうふうに思います。衣装もみんな王子様みたいですしね。もう一回聞いてみましょう。いつだってバックのクリスタルもね、ものすごくきらびやかだし、めちゃくちゃかっこいいですね。言葉のアクセントの位置だったり、音を止めるポイント、こういうところをね、ぴったり揃えて歌ってるんですよ。もうチームワークナンバーワンなんじゃないですかね、ミルクは。ほら。いい、やっぱ裏声のところ好きだな、僕。ふっとね、力が抜けた瞬間がたまらなく心地いいなっていうふうに思うんですけど、で、今の最初のですね、この手で、この声でのここの部分、先ほど言ったアクセントの位置を5人全員ぴったり揃えてるっていう感じ取りやすいかなっていうふうに思います。この手で、この声で、とか。今こう分かりやすく大げさにですね強くした部分が先ほどのフレーズのアクセントの部分なんですけど、ここをですね全員揃えて歌ってるんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。素晴らしいですよね。相当全員で揃えて練習しないとこれはですね実現不可能だと思うんですよね。それぐらい難しいポイントです。だからグループ練習も相当やってると思いますよ、ミルクは。ほんと感動しますよね。いいね。ここも歌いつないでいくポイントね。吉田さんの裏声もね、ものすごく美しかったですよね。この声はですね、頭を響かせるヘッドボイスっていう音色が混ざってきています。ヘッドボイスはですね、きらびやかな雰囲気がものすごくたくさん出る音色なんですよね。で、そのヘッドボイスを使ってですね、声を後ろに引くようなイメージで歌ってるんじゃないかなって思います。もう一回聞いてみましょう。で、裏声から地声の切り替えもものすごく滑らかだしね。いや、本当に歌うまいですよ。てかね、基礎力が化け物レベルなんですよね。じゃないとこの歌の安定感って生まれてこないかなっていうふうに思います。今の山中さんのポイントもですね後ろに弾く感じで歌ってるんですけど、そこにですねやっぱりウィスパーボイスが入ってるから声質のこの丸い感じっていうんですかね、優しい感じ、ここにですねどんどん引き込まれていっちゃいますよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。で最後の「ダー」の前に「ダー」みたいな感じでこう一瞬入った裏声がねものすごく色気たっぷりですよね。でここでその3のですね力強い声、先ほど説明したように鼻の音色、こちらはですねキープしている状態なんですけど、そこにプラスして胸腔共鳴の音色をですね混ぜてます。この声のパワフルさはですね胸腔共鳴で作られたものですね。もう一回聞いてみましょう。この最後のロングトーンのところとか一番声が強いですよね。歌い出しからですね徐々にこう声のパワー感を上げていってるんですよね。これをですねクレッシェンドって言います。ミルキーズの皆さんにはおなじみのワードなんじゃないでしょうか。クレッシェンドの歌声分析動画はですね公開してますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。今の塩崎さんのところなんですけど、アクセントの付け方がですねものすごくかっこよかったですよね。でバックのサウンドがですねダダダダダダみたいな感じで、ポリリズムっていうリズムパターンでの決めって言われるポイントです。もう音楽用語いっぱい出てきちゃいましたけど、ポリリズムっていうのはダダ、このリズムがですねどんどんこう前の方に突っ込んでいくような雰囲気のするリズムパターンなんですよね。でこのダダっていうところを楽器隊全員がですねリズムを揃えて演奏してるんですよ。これを決めています。
でこの決めっていうのは楽曲の中でものすごくパワーの出るポイントで、そのパワーの出るポイントに対して塩崎さんは歌声のアクセントをですね合わせていっている。だから塩崎さんの歌声がですね可愛らしいんだけどめちゃくちゃかっこいいポイントですよね。もう一回聞いてみましょう。でその流れをですね引き継いで佐野さんがですね全体的にかなり強めにスタッカーと音を切って歌ってますよね。めちゃくちゃかっこいい流れ。いいねこの流れ。吉田さんが裏声で美しい音色でですね雰囲気を作り出して、追っかけ的な感じで佐野さんと塩崎さんがそれぞれの雰囲気を作り出しているポイント、ものすごく神々しいですよね。ここの雰囲気ほんと声に浸っちゃいます。もう一回聞いてみましょう。ほらもうねニコニコしちゃいますね。素晴らしすぎてね。歌割りも素晴らしいですよね。各セクションによってもうミルクの魅力がですね最大限引き出されるような歌割りかなっていうふうに思うんですよ。毎回ね歌割り考えてんの誰だろう、吉田さんかな、それかまあプロデューサーなのかもしれないですけど、いや本当に全てにおいて素晴らしいですね。かっこいいね。最後の決めポーズね。でそのさんの優しい歌声たまらない流れですね。ここから2番かな。わっ山中さんのこういうポイントはずるいですよね。めちゃくちゃかっこいい。大人の色気っていう感じのワンフレーズで、その次のですねそのさんの歌声、先ほどまで使っていた声とまたちょっと違うんですよね。ものすごくこうストレートな感じの歌声なんですけど、これはですね口の中の口腔共鳴、これを使ってます。言葉の輪郭をですねクリアにしたり、あと口の中の空間の大きさによって声質を変えることもできるポイントなんですけど、ララララみたいなこういった音色かな、すごく声がはっきりして聞こえますよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、この場面場面によって声質を変化させて表現するのがそのさんの素晴らしいところかなっていうふうに思います。声質コントロールのレベルがですねものすごく高い位置にいるんですよね。もう本当にいい声ですよね、山中さんのこの声ね。君に一番似合う、こんな感じかな。1番の時に歌ったよりも今の方がちょっと近いですよね。このぐらい息の音を混ぜるのか。なるほどね。イメージ的にはですねこの喉の上側に軟口蓋って言われる部分があるんですけど、その部分をですねこう上に狙うようなイメージかな。君に一番みたいな、ほらできてきたかもしれない。山中さんの声って魅力的だと思います。今の佐野さんの歌声、前半はですね山中さんの声質を引き継いで柔らかい感じで歌ったんですけど、後半のですね音域が一気にグッと上がるところで佐野さんの持ち味ですよね。このパワフルでかっこいい歌声、高い音域なんですけど胸腔共鳴の音色をキープすることによってものすごくパワフルでかっこいい声を表現してます。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、ケルのあたりとかものすごいかっこいい声ですよね。ザ・イケメンボイス、このネーミングがですねぴったりなのではないでしょうか。いいね。また1番とは歌割りが変わってきましたよね。山中さんは先ほどよりも息の音をちょっと抑えて地声の実音をはっきりさせたような歌声で、追っかけでそのさんが入って吉田さんの甘い声っていう流れね。パート割りでの感情表現が本当に無限大ですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらやばいですよね。でメンバーのこのパート割りのスパンがですね短いので、
1番よりもスピード感も感じれて、ここがねかっこいいんですよ。あ、いいよね。てか今回のトパーズなんですけど、声の音圧を使ったこのダイナミクスの抑揚、これがものすごいですよね。この声のパワーのダイナミクス、音量差、ここが大きいからこそどんどん引き込まれていくっていうか、最高すぎますね。おサビが来るかと思ったら C メロなんですね。で、吉田さんの歌唱力をたっぷりと堪能できるポイント、スーパー吉田タイムですね。で、全体的に音を切ってるので、ものすごく躍動感を感じれるポイントですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。超かっこいいですね。で、さっき音を切ってるって言ったんですけど、今聞き直してみたらですね、子音を強く歌う、こちらの方が目立ってるポイントでしたね。訂正します。この子音の強いところと弱いところが生まれるから、この躍動感が生まれていたんですね。歌の知識がですね、豊富すぎますよ、吉田さんは。ミルキーウェイっていう単語が出てきたと思うんですけど、ミルキーズって歌ってくれるんじゃないかと思って、ちょっとドキドキしちゃいましたね、今のポイント。で、最後の塩崎さんの歌声がね、ものすごく力強くてかっこいいですね。可愛らしい歌声とかっこいい歌声、両方持ってるって、これも反則ですね。ここもずるいです。あ、ダンスブレイクね。かっこいい。背景の色がメンバーカラーになっているというところが、すごく見ている側としても一発でこのメンバーはこの色なんだなって分かりやすくていいですよね。初見さんにも優しいミュージックビデオ。いいね。こっから歌い出しっぽいですよ。今一瞬ね歌ったから思わずね止めてしまったんですけれども、佐野さんと山中さんが見つめ合ってるこのシーン、もう女性の皆さんはね多分キュンキュンですよね、ここのポイントは。じゃあ行ってみましょうか。トパーズの「と」のところで今度ね裏声にしてきましたね。この落ちサビやばいですね。で、ここがイントロの時とは違って佐野さんもですね優しい歌声を使ってるから、ものすごくこう包み込んでくれるような雰囲気がですねグッとくるポイントですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。いいね。で、落ちサビでキーがですね下がってるんですよね。だから雰囲気がガラッと変わっていて、ここも聞きどころの一つかなって思います。難しいね。もうキーが変わってみたいな、本当に難しい楽曲ですよね。それがまたかっこよかったりもするんですけど、ミルクのメンバーは歌いこなすまで相当大変だったんじゃないかなっていうふうにね想像しちゃいます。かっこいいね。雰囲気も変わってね、またいい意味で新鮮な気持ちでここのシーンをですね堪能できるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、もう最後の最後までですねいろんな魅力を表現してくれるのがミルクのミュージックビデオの素晴らしいところですよね。いいね。いい。トパーズは佐野さんと山中さんのつながりが多い楽曲ですね。ここがすごく印象に残るなっていうふうに思いました。すごくいいつながりですよね。めちゃくちゃ魅力的なポイントかなって思います。最後にワンフレーズ来そうですね。ごめんなさいね、いいとこで止めてしまってね。で、今そのさんが映ってるんですけど、最後のフレーズはそのさんが歌うのかな。吉田さんがこう徐々にこう盛り上げていって、最後のワンフレーズみたいな感じになるんじゃないかなって想像するんですけど、さあ僕の考えは当たっているのでしょうか。言ってみましょう。皆さんはねもう知ってると思うけど、
あ、なるほどね。その3かなと思ったんですけど、その3と塩崎さんだったんですね。最後は可愛らしい塩崎さんの歌声で終わるっていう感じで、ここからエンディングですよね。もうなんか次の動画へみたいな表示が出てるから、このタイミングでズバッと終わるのかなと思ったんですけど、動画の時間があと20秒ぐらいあるんで最後まで見ますよ。あ、いいね。あ、いい。うん、こういうシーン好きです。こう肩を組んでいたり、ミルクのメンバーがね5人こう近づいて映っているシーン、友情シーンですね。もう大好きです、こういうポイント。いいね。で、残すところ最後のワンフレーズですかね。もう冷静な気持ちになって最後聞いていきたいと思います。あ、なるほどね。ワンフレーズが待っていたわけじゃなくて、じゃじゃじゃんみたいな感じでの終わりなんですね。いやー、今回も素晴らしすぎましたね。以上、ミルクトパーズ歌声分析はここで終了です。いやー、ものすごくキラキラした楽曲でですね、終始ほっこりしました。いろんな雰囲気の楽曲を持っていますよね、ミルクは。僕が今まで歌声分析をしたミルクの楽曲はノリのいい楽曲がですねメインだったんですけれども、今回はこの、ね、アップテンポの中にキラキラしたみたいな、そんな雰囲気を感じることのできる楽曲だったかなって思います。コメントの方でそろそろバラードとかいかがですかなんていうふうに言っていただいたので、次回はですねミルクのバラードの楽曲を歌声分析しようと思っておりますので、ぜひまた動画が公開されたらよろしくお願いします。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。